仙台出た時風邪ひくかなと思ったんですけど。でもやっぱ仙台はね、朝は仙台はやっぱ曇ってたって今日。あね、曇ってましたよね。昼間も。あ、そうなんですか。涼しかった。おお、いいね。すごい。なんか花綺麗ですよね。大島の街のなんか。そうですか。結構やっぱ花好きな方多いので、多いですよね綺麗に育ててるところ多いですよね。あ、津波のやつ。あ、結構至る所にあります。あるんですか。はい。うちの下にもありますし。しないで遠近法で行って。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はお帰りが4時40分の船ということで、ちょっとだけ駆け足になってしまいますけども、これから亀山山頂の方ご案内していきたいと思います。で、もう本当に時間がギリギリになりますので、できるだけそのバスの乗り降りは時間をこう短縮していきたいと思いますので、ご協力お願いしたいと思います。で、途中小田の浜海水浴場と田中浜の前を通りまして、行こうと思います。そのまま山の方に行こうと思います。で、バスに乗りながらちょっとね、私の震災の体験の方もお話ししながら、亀山まで行きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、私は当日、震災の当日、大島にはいなかったんですよね。で、どこにいたかというと、市内の市立病院の方にいました。で、私にはその当時1歳3ヶ月の娘がいるんですけども、私の妻と娘と3人で、娘の予防接種のために病院にいて、でそこで、予防接種終わって、さあ今から病院を出ようねっていうところで、地震に遭いまして、すごい長い地震が終わって、お互いの実家の方に連絡したんですけども、全く電話が通じずで、そのまま、病院を一旦出たんですけども、大津波警報という警報が出てまして、これは今市街地に戻るわけにはいかないというふうに、とっさに思ったものですから、そのままもう一度病院に戻って、そこで病院で一泊した。で、その晩私は気仙沼の町が燃えるところを見ました。それは気仙沼全体、病院の窓から見える景色すべてが火の海でした。もう本当に信じられない光景です。こちらはですね、小田の浜海水浴場といいますけれども、この右側、この道路完全に津波で破壊されてしまいました。本当はここをまっすぐ行くと先ほどの竜舞崎、一番近く行けるんですけども、ここが通れなくなってしまう。で、当時この海水浴場に上がった波というのは、正面に見える小さい無人島、狛江見島って言いますけども、山を越えてきたんですね。完全に山を上を越えてきました。で、左手に見えるそこよりも先の陸地、あれは唐桑半島になります。で、当時津波が来る直前、引き波であそこの岬の方まで潮が引きまして、で先端まで海底が見えたそうです。それは大島神社、この後亀山行きますけども、その中腹にある大島神社の奥さんがその神社から見てたら、そこまで潮が引いてたっていう話をされてました。で、この辺がもう本当たくさん民宿旅館あったんですけども、ここは全て、下の部分はなくなってしまって、一番高いところ、右
上の高いところの建物、あれが一応旅館椿荘うちになりますので、うちは大丈夫だったんですけども、その下の建物はほとんどダメになってしまいました。で話を戻しますけども、もう本当に病院の窓から見える景色全てが火の海で、本当にこの地獄を見ているような光景でした。でそれが一晩中消されることもなく燃え続けてる。もう本当にもう恐ろしい状態で、当時その日午前中、実はうちの妻妊娠していることが分かりまして、でその日病院を出て家に帰ったらお互いの両親に話そうねっていうことを言ってたものですから、その報告もできず、そのまま病院に足止めを食ってしまって、でその晩市街地が燃えて、うちの、妻の実家の辺りも燃えてるんじゃないか、すごい心配になりまして、でもどうすることもできない、大島もどうなってるかわからない、本当にもう何とも言いようのない、状態でした。でその日は全く怪我人が運ばれてこないんですね。っていうのは、実際にこの津波に襲われた現場っていうのは火を消しに行くこともできないし、怪我をしている人を助けに行くこともできない状態、そういう状態だったので、全くと言っていいほど病院に怪我人っていうのは運ばれてこなかったんですよね。で夜が明けたんですけども、さすがに次の日は怪我人が運ばれてくるっていうことで、自分たちは隣の看護学校の方に避難所になってましたので、そちらの方に移動させられて、でその日初めて出た食事っていうのが、1人食パンを6等分したうちの1かけらと、それと検尿カップに出てきた水が1杯だけで、その中でうちの娘がその中で唯一の子供だったんですけども、大人は我慢できるんですけども、やっぱりその子供がお腹が空いてしまうと泣いちゃうんじゃないかとか、そういうことを思ってたんですけども、そしたら一緒にそこに避難してきたそのおばさんがですね、そのおにぎりを持ってきまして、でうちの娘にくれたんですね。食べなさい、子供は国の宝だからいいから遠慮しなくていいから食べなさいっていうふうにくれたんですね。でそれをもう本当に娘が美味しそうに頬張るのを見て、本当にこう人前で初めて泣いてしまいました。もう本当いろんなたくさんの方にそういう感じで助けられながら、避難所生活をしたんですけども、やはりその晩も家に帰ることができず、看護学校で1泊して、で次の日どうしようかって言ってたら、うちの妻の実家の両親が訪ねてきまして、無事だったんですね。でそっちもやっぱり連絡が取れなかったので、ただ絶対病院にいるはずだから、生きてるはずだからっていうことで、もう片道2時間以上かけて自宅から歩いて、孫のためにいっぱいおむつとかミルクとか背負って手に持って歩いてきてくれたんですね。それでやっと見つけてくれまして、でそれでなんとか会うことができたんですけども、その日午後やっとうちの妻の実家に帰りまして、ただ大島の様子がまだ分からなかったんですけども、なんとか帰りたいと思ってたら、大島に帰れる船があるよっていうことを聞きまして、じゃあ、私だけ自分だけ帰ってみます、2人を頼みますっていうふうに、ししおりの、うちの
妻は宍織地区というところの出身なんですけども、そちらの実家の両親にお願いしまして、自分だけ次の日4日目に帰ることにしたんですけども、ただ港に行って、次の日港に行って、なかなかその船を待ってたら、急に潮が引いてきまして、でまた津波警報が出たんですね。でそれで一旦避難はしたんですけども、その時は津波は来ませんでしたけども、やはりまだ海の様子が、安定しない、こういう時に船に乗って大島に帰って、もしその船の上でまた津波が来たらどうしようか、大島の様子はすごい心配だったんですけども、自分には家族がいるし、ここで今自分は死ぬわけにはいかないって思いまして、1週間大島に帰ることをやめたんですね。すごい大島のことは気になったんですけども、両親とも全く連絡が取れなくて気になったんですけども、そこで1週間帰るのをやめまして、でそこからずっと妻の実家の方にお世話になりまして、ただその妻の実家の方でも一人身内の方が行方不明の方がいて、でその方をずっと探してたんですね。でもうおそらく無理だろう、生きていないだろうということで安置所の方を回りまして、それで遺体安置所では顔写真をまず見てくださいということで、たくさんの亡くなられた身元のわからない方の写真を見せられまして、で運よくというかその中にはいなかったんですけども、ただ一つその目に入ったのが、5歳か6歳ぐらいのちっちゃい女の子の写真があったんですね。それ見た瞬間にもう本当に心がこう潰されそうな苦しい気持ちになりまして、もう本当こういう子供までなんで亡くなったんだろう、そういう思いをしながら家に帰って、その日はもう帰ってすぐ娘を抱きしめたんですよね。うちの娘は生きてる、自分も生きてる、生きてこの子を抱ける、もうそれだけで嬉しくて幸せで、でもそうやって多くの小さい子供たちも亡くなったんですよね。なんでこの子供たちはこんな小さいのにしなきゃならないんだろう、ずっとそういうことを考えてまして、一人一人に当然人生があったわけなんですけども、それがもう突然閉じてしまった。80年90年の人生だったらまだいいですけども、それがもう1歳2歳10歳15歳、もうまだまだこれからの子供たちまで死んでしまった。でも本当にそういう子供たちのことを考えると、自分に何ができるのか、せめてその子供たちがその年まで一生懸命生きたんだよっていう証を皆さんにお伝えすることが亡くなった子供たちの供養なんじゃないかなっていうことを思いまして、そういうお話も今少しだけお話しさせていただいたんですけども、そういう辛い思いもしまして、で1週間後大島に帰ってきたんですけども、1週間大島ではこの亀山が燃えてたんですね。でその山火事を島の若者たちが一生懸命消してたんですけども、それをもう自分は手伝えなかったわけで、それももう本当に申し訳ない気持ちになってしまいまして、ちょっとお待ちくださいね。じゃあちょっと降りますか。
は上でもう100メートル行ったら気仙沼市街地が見えます。100メートルで。海を伝って大島のこの亀山の裏に火がついたんですよね。でなんで燃えたかっていうのは、気仙沼の重油のタンクが全て破壊されて、海にその油が流れてしまって、その海が燃えたんですよ。なのでもう海と瓦礫と全て燃えてしまって、でその火が大島に燃え移って、でこの辺もところどころ、そこを下見ていただくと木の幹が枯れてる、燃えて黒くなってるのが分かると思うんですけども、そういうのが結構あちこち至る所にあるんですね。でこの大島のリフトっていうのは毎年冬はお休みするんですけども、毎年のその4月の開業に向けて、メンテナンスをして、でリフトのワイヤーにたっぷり油が塗ってあったんですね。そのワイヤーが、導火線の代わりになって、でそのまままっすぐ火が駆け下りて、でこのリフトの周りの木を燃やして、本当下まで行ったんですよ。で当時島に残ってた人間が、大島の住民がもうほとんど総出で火を消して、でそれでも1週間かかる。でその時火を消した人っていうのは、下は中学生から上はもう70代80代の元気な方であれば、そういう方まで総出で火を消したんですよね。でその時に私はいなかったのがもう本当に心残りで、今でもその時一生懸命消した仲間には本当に申し訳ない気持ちがあるんですけども、火事の現場から救急車が来たそうです。でそれは大島の消防隊員、そういう方たちも当然現場に入って、で3日3晩寝ずに消火活動したそうです。でそういう方たちでさえも一度の食事の量っていうのはおにぎり半分とか1個とか、そういう状態で最初の1週間は過ごして、でも精神的にも肉体的にももう限界を超えてしまって、その消防隊員でさえも倒れてしまう。でその倒れた隊員を運んでくる救急車が火事の現場からひっきりなしに来てたっていうんですよね。そういういろんな話を聞いて、本当にすぐにでも戻りたいっていう気持ちもあったんですけども、当時は島には船が全くなかったので、じゃあその火事がもしこの島全体を燃やした時に、じゃあ残ってる人たちはどこに逃げるんだろう。逃げれないんですよね。脱出することができないので、最悪もうみんな焼き死んでしまう状態だったので、そういうところに自分がもし仮に行って自分が死んでしまったら残された家族はどうするんだろうって思うと、本当に娘の顔を見ると帰ることができなくて、それが一番辛かったです。でもね、1週間お疲れ様です。経って戻ってきて、本当に島がこの通り存在してたのが本当に嬉しくて、帰ってきて自分に何ができるか、それからずっとやっぱり他の仲間と同じように大島の活動をずっとしてました。最初の頃は今みたくボランティアの方が入ってるっていうのはほとんどなかったですから、全部自分たちで、物資の運搬もしなきゃならなかったし、で多くの
遺体が上がって、それも引き上げて安置所の方まで運ばなければならなかったし、その運ばれてくる方っていうのが全て自分に見えてくるんですよね。不思議な感覚なんですけども、当時もうあの津波で大勢の方が亡くなって、で自分はたまたま病院にいたから助かったんですけども、その後市街地の方に車で走って、そこで被災したら、じゃあ自分は助かったんだろうか、ひょっとしたらその車で流されてしまって、で家族バラバラになって身元不明の遺体で上がったかもしれない。そう思うと、もう本当に自分たちはたまたま助かっただけであって、亡くなった人たちは運悪く亡くなってしまっただけであって、で目の前にいた人たちっていうのはひょっとすると自分だったのかもしれない。いや、そう思うと本当に運ばれてくる人全てが自分に見えてきてしょうがなかったんですよ。そういう不思議な感覚がありました。でも本当にそういう辛い体験もしたんですけども、それ以上に今日もそうなんですけども、大勢の方と出会うことができましたし、でこれはこの震災がなければおそらく皆さんとは、大抵の方とは出会うことはなかったはずなわけで、きっかけは大変不幸な出来事だったんですけども、自分たちは、残された自分たちはこれからを、この先を生きていかなければならないので、こうやって新しい出会いをいただいて、この出会いを大切にして生きていくことが、亡くなった方たちのためにも、自分たちが一生懸命ここで生活していくことが供養になるのかなっていうふうにも思います。本当に綺麗な島なので、また皆さんに来ていただいて、いつか夏海水浴で訪れていただいて、また気仙沼ホルモンでバーベキューをしたいと思いますので、その時には呼んでください。よろしくお願いします。本当に広範囲に燃えたんですよね、この山全体が。で当然燃えてないところもありますけども、当時はこうやって緑が全く当然3月ですのでなくて、でもう空気が乾燥してたので、下草がこうメラ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 燃えてたような状態、じわ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 燃え広がっていったような感じだったそうです。でこの山にある今、右手の方に見えました大島神社だとか、旅館だとか、そういう家屋は最悪ダメになってもしょうがないだろう、せめてこの麓の集落に火がいかないようにっていうことで、下の県道のところを防火帯にしまして、道路の瓦礫をすべて、撤去しまして、そこから先には火がいかないようにっていうふうにしたんですね。
でもまあ奇跡的にというか、この火事で、燃えてしまった建物っていうのは一軒もなかったんですよね。もうそれは本当に奇跡的かなというふうに思いますけども。で今回の地震で、倒れてしまった建物もこの地域では一軒もなかったんですけども、壊れてしまった建物っていうのは全て、津波で流されてしまった建物です。今回ご案内できるコースには入ってないですけども、こちら左手の方に下っていく道路があるんですけども、ここはずっと下ってきますとくぐなり浜っていう砂浜に来ます。そこは泣き砂で有名な、砂浜でして、歩くとキュッキュあるいはクックっていう音が聞こえるんですよね。でこれは今度国の天然記念物に指定されることが決まってまして、今申請途中です。被災前から申請は出してたんですけども、震災後音が変わらず鳴るっていうことが分かりましたので、そのまま今申請中でございます。もう偶然の投資です。なんか見てる動画立ってきそうな。そう来たんでしょうね。来たんですよね。この今走ってる県道が、この港の方から波が上がって、逆に今度向こうの砂浜の方からも波が上がって、でさっきの交差点、山を降りてきた交差点を越えて、この辺りで波がぶつかったんですよね。でここが一番被害が大きかった。でちょうど今ここの交差点のところに当時、客船とカーフェリーと打ち上げられまして、それがついこの間ですけども、やっと海に戻ったんですよね。ここはもう何度もかさ上げしてるんですけども、それでもこうやって水が上がってくるんですね。1メーター以上ここはかさ上げしたとは思います。